感じ。はい、OK です。よし、到着です。なんですけども、ここはね、段があってね、結構こっち側下がってるんですよね。で、カースロープをつけないところなんですけども、車からね、降りるわけにはいかないんですが、多分ね、つけれるんじゃないかと思いますんで、頑張ってね、これ、装着してみたいと思います。はい。で、どうやってね、取り付けるかなんですけども、こうですね。車から降りなくても、ここにはね、はめれますし、後ろ側もね、はめれそうではありますんで、頑張ってね、車内からちょっと取り付けてみたいと思います。こうですね。よしよし。よいしょ。ここなんですけども、出てくるんでね、この上乗って、よし。こうですね。はい。車から降りてません。よし。で、これで、やってみましょう。よし。もうね、自分の感覚だけで上げます。せーの。よいしょ。こんなもんかな。OK じゃないかと思います。1段目ぐらいまでね、登りました。OK。もうちょいですけど、ほんの少しなんで、もうこれぐらいで OK としておきましょう。よし。よいしょ。おー、いい景色。この辺にね、椅子が欲しいですね。いい風吹いてます。夕日が沈むのをね、見ながら、ビール飲んでね、当てをつけたいんですけども、時間がないんでね、先日ね、紹介したノンフライを使いましょう。で、食材はね、あったあった。こちらですね。鮭。で、3切れあるんですけども、とりあえず今回ね、1切れだけ焼きましょう。ちなみにね、1切れ焼いても3切れ焼いても、消費電力はね、一緒です。よいしょ。中をね、汚さないために、アルミホイルして、OK。で、こうで、こうで、ローストかな ?10 分でいいや。OK。わー、ちょうどいいのが出ました。ちょっと間に合いませんでしたね。ちょっとね、魚間に合いませんでしたけども、いい日の入りがね、見えました。ここまでは車。よいしょ。わー。はい、沈んでしまいました。残念。そうか。ノンフライヤーもね、頑張ってくれたんですけども、ちょっとね、一歩及びませんでした。はい。できました。よいしょ。おー、綺麗に焼けてますね。よいしょと。オッケー。お酒はオレンジゼロ。で、夕日は沈みました。でもね、お酒とね、当てが準備できたんでね、ここでね、こんな感じでもう立ち飲みします。よし、ということでね、いただきます。わ、これね、缶の中凍っちゃった。シャリシャリいってます。よく冷えるな。0度設定だったんですけどもね、シャリシャリに冷えてます。いただきます。あー、美味しい。で、鮭。果たしてお味は？美味しい。塩味ついてませんでした。富士人。身はね、完璧に焼けてます。ただね、塩味がゼロでした。美味しい。ちょっとね、しばらくカバー眺めながらね、ゆっくりしたいと思います。すっかりね、沈みました。お酒も美味しかったです。で、現在の時刻はね、7時半ですね。車からね、降りれなくなって、10時間36分経過しました。よし、じゃあね、あとはね、車内で料理でもしながら、ゆっくり過ごしたいと思います。はい。よし。じゃあね、お昼に作ったね、ご飯いただきましょう。これね、ずっと保温してました。このお皿使いましょう。デカ皿。で、最初にね、このチキンも切っちゃいましょう。こうですね。しゃもじがね、どっか飛んでっちゃったんで、このプラスチックスプーンで取ります。はい。で、鶏肉もサラダもね、安かったから偶然買っててから、カオマンガイの素もね、偶然家にあったんで、今回の料理はね、偶然が重なりに重なってできた料理です。ということでね、もう野菜をね、全部盛りましょう。で、ちょっと待ってよ、これをね、なんか漬けだれみたいにして食べるらしいんで、紙皿の方にちょっと入れさせてもらいましょう。こうですね。よし、ということでね、美味しそうなカオマンガイセットができたんで、早速ね、いただきたいと思います。いただきます。ちょっとね、味聞きですね。なるほどなるほど。ピリ辛。野菜のね、ドレッシング代わりにかけようと思ったんですけども、結構辛いですね。とりあえずね、まずはね、野菜からいただきましょう。ちょん漬けしていただきます。美味しいです。ていうかね、ソースが辛い。僕ね、ピリ辛ちょっと苦手なんですけども、結構辛いです。で、じゃあね、お肉いただきましょう。果たしてお味は？
お肉に合います。美味しい。よくできてますね。贅沢を言えばね、もう少しピリ辛な方がいいです、僕は。でもね、美味しいです。ということでね、またしてもネットフリックスね、見ながらゆっくりご飯いただきたいと思います。はい、ご飯食べてから、PC 作業をね、してました。で、そしたらね、もうね、すっかりいい時間になってしまいました。はい。ですね、今がね、ちょうど挑戦を始めてから12時間経過で、1日のね、半分が過ぎたんですけども、とりあえずね、快適ですね。特に困ったことはね、全くないです。はい。でもね、一点ね、困ったことがあるとすれば、換気扇でね、今、熱気を抜いてるんですけども、こうね、開けてる、こっち側からのね、風がね、涼しすぎてから、ちょっと寒いです。だからね、天井換気扇もね、めちゃめちゃ今、効果が出てる状態です。でね、もういい時間になっちゃったんで、今夜はね、片付けをしてそろそろ休みたいと思います。はい。ということでね、ごちそうさまでした。寝る準備します。で、ちなみにね、12時間で電池残量が 25% になったんで、約ですけども、1600から700ワットアワーぐらいはね、使ってるような格好になります。で、じゃあね、ここからは電池なくなっちゃっても仕方がないんで、エクストラバッテリーをね、つなげておきたいと思います。よいしょ。こうですね。はい、つなげました。で、はい、そしたらね、さっきはね、同じ条件で4時間40分しか動かなかったのが、今はね、54時間40分になりました。だからね、この状況で、あとね、丸2日半ぐらいはね、電池が持つようになりました。すごい。ちなみにね、上が2330ワットアワーで、下側が3000ワットアワーですね。ですので、ね、このまま朝まで換気扇回しても、もう全く止まることがないやつですね。了解。よいしょ。よし、マットレス。これね、90センチ幅の分です。今日届きました。4500円ぐらいでした。で、実はね、まだ寝転がってないんで、ちょっとね、寝転がりましょう。どうかな。おー、すごい快適です。前回の分はね、もうペラペラだったんですけども、これはね、6センチぐらいあってから、すごい楽です。よし、ということで、ちょっと気持ちがいいんですけども、換気扇つけっぱなしだとね、ここから入ってくる空気がちょっと寒いんでね、換気扇止めて寝ましょうかね。よいしょ。OK。あとは毛布ですけども、もう適扇ですね。これぐらいでいいかな、今日は。じゃあね、もう今夜はゆっくり休みたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。現在の時刻は6時23分ですね。挑戦開始から19時間23分経過しました。だから残りが4時間37分です。昨晩はね、ちょっと寒くてね、毛布はね、変えたんですけども、おかげさまでね、変えてからは快適ですごくぐっすり眠れました。このマットレスもね、すごく良かったです。やっぱしフルフラットのベッドは最高です。よし、お腹空いてきたんでね、朝ごはんにしましょう。よいしょ。食べ物はね、まだいろいろあるんですけども、今朝はね、野菜とワンタンがあるんでね、これでね、スープを作って、あとね、ご飯もちょっといただきたいと思います。はい。作り方はね、とても簡単で、はい、450cc の水。で、あとは野菜。全部。で、まずはね、これを煮込んでいきます。で、時間もちょっとかかると思うんで、ゆっくり、まずね、パソコンでもしながら、食材にね、火を取るのを待ちたいと思います。喉乾いた。ビフィズス菌。はい、いただきます。美味しい。よし、いいかな。ワンタン入れましょう。よしよし。で、最後に液体を入れて混ぜたら完成です。美味しそう。あとご飯ですね。ご飯ね、昨日のお皿がちょっと残ってるんで、こちら使いましょ
これでいいかな。で、最後にね、こちらも行きましょう。明太子。美味しそう。よし。よし、じゃあね、美味しそうなご飯できたんで、いただきたいと思います。いただきます。果たして割引食材で作ったワンタンのお味は？美味しい美味しい。結構あっさりめでね、朝食向きです。スルッと入りますね。で、たらこガパオライス。明太子かな。果たしてお味は？明太子がまた美味しいです。すごい贅沢な朝ごはん。はい、ということで、しっかり食べて完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。よし。で、現在の時刻はね、9時で、あと2時間でね、挑戦は終了となるんですけども、とりあえずね、11時まではもう場所移動とかせずにね、この場所の方で PC 作業なんかをしてね、時間をね、過ごしたいなというふうに思います。はい。でもね、一応涼しいっちゃ涼しいんですけども、車内もね、だんだん暑くなってきてから、今日のね、最高気温は32度とかなんですよね。で、多分ね、今はね、まだギリギリぐらいなんで、これからね、どんどん暑くなってくると思うんで、ここからはね、エアコンの方を動かして、車内でノマドの方をしてみたいというふうに思います。はい。で、電源の方に関してですね、上側の容量 2330Wh のメインバッテリーの方は、電池残量 23% なんで、約 500Wh 残ってて、下側の 3000Wh の方は、電池残量 66% なんで、ちょうどね、2000Wh ぐらい残ってるんで、合計したらね、2500Wh ぐらいは電池残量ありますんで、エアコンね、2時間とかだったらもう問題なく動くんで、もうここからはね、エアコン入れたいと思います。はい。で、ちなみに、冷気は下に下がって、熱気は上に上がっていくんで、窓は閉めるけども、換気扇は回していくっていうのね、確保にしておきたいと思います。はい。よし、じゃあ行きますよ。せーの。オッケーオッケー。ここはもう閉めときましょうかね。よし。こんな感じでね、OK ですかね。一応なんですけどもね、ここカーテンも閉めとこうかな。ここからね、すごい熱い空気が今入ってきてるんで、こんな感じでいいかな。だいぶ違います。よし。はい、ということでね、現在の電力消費量が 634W ですね。かなりね、車内も涼しくなったんで、この状態でね、ラストスパート頑張ってみたいと思います。はい。はい、ということでね、現在の時刻は11時32分で、残すところね、あと30分を切りました。今のところね、もうすごく全く問題なく快適にね、PC 作業できてます。はい。はい、いよいよね、その時がやってまいりました。あと、3、2、1、ちょっと待った。11時です。はい。ということでね、24時間キャンピングカーからね、降りれない生活、成功です。やりましたおー。本当にね、24時間車からね、降りずに生活することができました。やりました。車のね、中にいてから困ったことはね、特に起きず、このね、定食屋みたいな机のおかげで、ゆっくりで PC 作業もしながら過ごすことができたんで、かなりね、楽しく24時間過ごすことができました。でもね、この車で、いろんな問題点も、見えてきまして、その辺もね、またね、一個一個ちょっと解決していこうとは思ったんですけども、とりあえずね、トイレルームの方だけね、なんとかいろいろしないと、例えば換気扇であったりとか、床のね、排水の部分であったりとか、ちょっとちゃんとしないと、中でシャワーも浴びれないし、用を足した後ね、換気も今できてないんで、トイレとシャワー問題はね、なるべく早めに、解決した方がいいなというふうに思いました。はい。ちなみにね、用を足すのにはね、これ便利でした。トイレ。で、あと、電気なんですけども、約2時間のエアコン使用で、メインバッテリーの方は電池残量 8%、で、サブバッテリーの方はね、23% まで、減ってるんで、まずメインがね、200Wh ぐらいですかね、残りが。で、エクソルバッテリーが約4分の1なんで、750W ぐらいかな。なんで、合計してね、900Wh とかぐらい残ったの格好なんで、この状態でエアコンとかね、扇風機とか換気扇とか回したらね、あとね、約1時間電池が持っている格好でした。はい。ですのでね、12時まではね、快適にこの中で過ごせたのかなというふうに思います。はい。よし。じゃあね、24時間ぶりに
外出てみましょう。よいしょ。おー、よし、せーの、よっこいしょ。やりました。よし、ということでね、今回のキャンピングカーから24時間降りられない生活は無事成功とのことでね、いろいろなこともね分かってきましたんで、またね次回はちょっとねよりねこの24年落ちのキャンピングカーがね快適に過ごせるように帰りの方頑張ってみたいというふうに思います。はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。よし、ということでね、最後にね食材がもうちょっとだけ残ってるんで、これはねおじやんにしてねちょっと今からいただきたいと思います。ちょっと火が通ったら OK にします。こういうのが美味しいんですよね。卵 OK、 もうねちゃちゃちゃ届いて、よし、いいでしょう。はい、完成です。結構量ができました。2回に分けて食べよう。よし、じゃあねいただきます。果たしてお味は。美味しい。はい、ということで、ね、完食です。美味しかったです。ごちそうさまでした。よし、じゃあね、家に帰りましょう。で、今回使用したポータブル電源は、ダブソン社の DBS2300 とエクソロバッテリーの DB3000 だったんですけども、この電源はね、半固体リチウム電池っていう EV 用の超最新式のめちゃくちゃ安全な電池を採用している電源で、爆発の危険性もないんで、車載にはすごくおすすめで、あとね、容量も 2330W から 5330W、 あともう一つ投げて 8330W までね増設できて、一個一個はね 25kg ずつぐらいしかなくて、車内のね詰め落ちもすごい楽なんで、皆様ね今回使ったダブソンの電源、興味がありましたらね、動画の概要欄の方にリンク貼っておきますんで、ぜひね詳細の方をクリックされてみてください。はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。